かつて首都高バトルに存在した輸入車、あの名チーム、あのワンダラー。首都高バトルにはポルシェ、 BMW、ダッチなども存在。しかし今その姿はどこにもない。今回はもう一度首都高を走ってほしい消えた輸入車をご紹介します。まず外せないのがポルシェ。首都高バトル初代無印版唯一の輸入車だった。言うまでもなく湾岸ミッドナイトのブラックバードのオマージュ。また湾岸ミッドナイトの元ネタと言われるチームはミッドナイトレーシング。その中心人物の上星創設のアブフラッグのエアロが新作では収録されているので、ポルシェ筆頭にチームとして復活してほしい。他ラストフライト、意外にも初期はポルシェだった。フェラーリ、こちらは製品版には登場しなかった没車両。何やらファンダムのサイトを見てみると、白いカリスマが体験版では白の 512PR になっている。悪魔の Z、 ブラックバード、テスタの石田の三つどもえが実現しようとしている。ダッチ、サンダードラグーン、やはりこのバイパーチームは復活してほしい。ワンダラーのブラッディマリーもバイパー乗りだった。そしてさりげなくチャージャーがアザーカーに、まるでワイルドスピード、 BMW、 今や Z33 乗りとなったマスターポジションとラズベリーキッス。初期のゼロの頃は BMW に登場していたメルセデス・ベンツ。その後ラズベリーキッスは S クラスに、シボレー、マスターポジションはコルベットに乗り換えていた。ウエスト5号機の存在も印象的だった。物議を醸す01のジャケット、コルベットという認識がある。あのレコード01も変更になるかもしれない。そして最後に外せないのがプジョー。序盤のチームやワンダラーの仮面のエトランゼなどライバル車としての登場は少なかったが、元気はオフィシャルカーとして長年使用している。01の没車両の406にはタクシーのエアロが存在していたり、同シリーズのレーシングバトルにはランエボにタクシー風のエアロが存在。パロディの要素も復活してほしい。模倣エアロは PSP でも存在。ナイトライダー、 BMW、 10にもマスタング、フェラーリ、ナイトライダー。10の時代はまだ元気の輸入車愛、願望が現れているように見える。現在は国産車のみとなり、模倣エアロも存在していない。ライセンス料が高いという噂はあるが、真っ先にゼロをポルシェで復活してほしい。ラストボスのアンノーンが秋夫なら現代版の三つどもえも見てみたいところ。復活するには元気にもっと元気が必要。ダウンロードコンテンツやストーリー拡張などもうちょっと課金させてという声もある。皆さんはどのメーカーが復活してほしいですか？ぜひコメント欄に書き込みお願いします。